ひまねこ能楽堂常政大全集。この番組はひまねこ能楽堂がお送りした能常政を全7話ノーカットで配信します。それではスタート。ひまねこ能楽堂シーズン4は常政です。皆さんお久しぶりです。お元気ですか？風香る新緑眩しい5月になりましたね。本日より琵琶の名手であったと言われている平家の常政の歌いをお送りしたいと思います。今日もひまねこの愛が聞いてくださるあなたに届きますように。そしてあなたの今日がいい日になりますように。それでは常政第1話スタート。これは仁和寺お室に使え申す創図行慶にて候。さても平家の一門田島の神常政は未だ闘行の時より君ご寵愛名の目ならず候。しかるに今度再会の河川に打たれたまいて候。また青山と申す御琵琶は常政存上の時より預け下されて候。かの御琵琶を文前に据え置き、加減公にて弔い申せとの御ことにて候ほどに役者を集め候。下にや一樹の影に宿り、一河の流れを汲むことも皆これ多少の縁ぞかし、ましてや他年の御知遇、恵みを深くかけまくも、かたじけなくも気打ちうにて法事をなしてよもすがら、平の常政上等小学等弔いたもありがたさよ。今日はここでおしまい。本日常政第1回目いかがでしたか？源平の合戦に巻き込まれて武士として活躍するものの、本来は芸術家タイプだったと思われる常政さん。幼い頃は仁和寺で過ごしたと言われており、笛や琴の名手であったそうです。そんな常政さんへあなたと一緒に思いを馳せることができたらいいなと思っています。今日も聞いてくれてありがとう。ではチャンネル登録よろしくお願いします。ひまねこ能楽堂常政第1話をお送りしました。ひまねこ能楽堂シーズン4は常政です。今日もひまねこの愛が聞いてくださるあなたに届きますように。そしてあなたの今日がいい日になりますように。もし夜のお供に聞いてくださっていたら、
なたが素敵な夢を見れますようにと祈ってます。それでは常政第2話スタート。ことにまた可能性山と指輪を可能性山と指輪を亡者のために手向けつつ同じく糸竹の声もお分寺をなし添えて日日ややののりの角を汽船の道もあまねしや汽船の道もあまねしや風小木を吹けば晴れ天の雨月平さを照らせば夏の夜の霜の置も安からで仮に見えつる草の影梅雨の見ながら消え残るもしうの永遠こそつたなけれ不思議やな早信仰になるままに夜の灯火かすかなる光のうちに人影の歩かなきかに見えたもはいかなる人にてましますぞ我常政が幽霊なるが御弔いのありがたさにこれまで現れ参りたり。今日はここでおしまい。本日常政第2回目いかがでしたか？光のうちに人影のあるかなきかに見えたもうとの言葉を受け、常政さんが幽霊として現れたのかなと思う場面でした。幽霊というと怖いイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、今は亡き人を人が思うとき、せめて夢で会いたい、幽霊でも会いたい、そう思うのではないかなとひまねこは思います。あなたが会いたいと思う人は誰ですか？今日も聞いてくれてありがとう。ではチャンネル登録よろしくお願いします。ひまねこ能楽堂常政第2話をお送りしました。ひまねこ能楽堂シーズン4は常政です。今日もひまねこの愛が聞いてくださるあなたに届きますように。
それでは常政第3話スタート。そも常政の幽霊とことる方を見んとすれば、また消え消えと形もなくて、声はかすかに絶え残って、まさしく見えつる人影のあるかと見れば、また見えもせであるかなきかにかげろうの幻の常なきみとて常政の常なきみとて常政の元の浮世に帰り来て、それとは名乗れども、その主の形は見えぬ申しうの、小こそ隔つれども、我は人を見るものを、下にあくれたけのかけひの水は変わるとも、墨や飾りしみやのうち、幻に参りたり、夢幻に参りたり。今日はここでおしまい。本日常政第3回目いかがでしたか？幽霊となって目の前に常政さんが現れたのかと思いきや、かげろうのように消えてしまったのでしょうか。幻か夢幻に常政さんが現れたのでしょうか。常政さんは一体どのように現れたのでしょうね。今日も聞いてくれてありがとう。ではチャンネル登録よろしくお願いします。暇猫能楽堂常政第3話お送りしました。暇猫能楽堂シーズン4は常政です。今日も暇猫の愛が聞いてくださるあなたに届きますように。そしてあなたの今日がいい日になりますように。もし夜のお供に聞いてくださっていたら、今宵もあなたが素敵な夢を見れますようにと祈ってます。それでは常政第4話スタート。不思議やな常政の幽霊形は消え、声は残って、なおも言葉を交わしけるぞや。よし夢なりとも
うつつなりとも法事の繰り記成就して亡者に言葉を交わすことよ。あら不思議のことやな。我若年の昔より宮の内に参り世上に表を晒すこともひとえに君のご音読なり中にもたむけくださるる聖山の恩美はシャバにてのご許されをこむり常は手なれし四つの鬼今も光るる心ゆえ聞きしに似たある罰音のこれぞまさしく妙音の誓いなるべし。今日はここでおしまい。本日常正第4回目いかがでしたか？常正さんが奏でる琵琶の音色はどんな音色だったのでしょうね。聞いてみたいものですね。今日も聞いてくれてありがとう。ではチャンネル登録よろしくお願いします。暇猫能楽堂常正第4話お送りしました。暇猫能楽堂シーズン4は常正です。今日も暇猫の愛が聞いてくださるあなたに届きますように、そしてあなたの今日がいい日になりますように。もし夜のお供に聞いてくださっていたら、今宵もあなたが素敵な夢を見れますようにと祈ってます。それでは常正第5話スタート。さればかの常正はさればかの常正は今だ若年の昔より他には仁義礼智信の五条を守りつつうちにはまた家長不言しか影のもばらとし春秋を待つ影の草の梅雨水の哀れよの心にもるる花もなし心にもるる花もなし
亡者のためには何よりもシャバにて手慣れし生産の美はおのおの楽器を整えて糸竹のたむけを進むれば亡者も立ち寄り灯火の影に人には見えぬものながらたむけの琵琶を知らむれば時しも頃はや半楽眠りを覚ます折不思議に不思議や晴れたる空かき曇りにわかに降りくる雨の音しきりに草木を払いつつ時の調子もいかならいや雨にてはなかりけりあれごらんぜよ雲の葉の月に並びの丘の松の葉風は吹き落ちて村雨のごとくに訪れたり面白や折からなりけり大変なそうそうとして村雨のごとしさて正見なせっせとしてささめごとにことならず。今日はここでおしまい。本日常政第5回目いかがでしたか？今回五条を守りつつの五条について少しお話ししますね。五条とは儒教で説く5つの徳目仁、義、礼、智、信のことを指すそうです。優しい心、強い心、感謝する心、正しい心、正直な心を言うそうです。日本人の心、魂を感じますね。今回は心について少し取り上げてみました。今日も聞いてくれてありがとう。ではチャンネル登録よろしくお願いします。暇猫能楽堂常政第5話をお送りしました。暇猫能楽堂シーズン4は常政です。今日も暇猫の愛が聞いてくださるあなたに届きますように、そしてあなたの今日がいい日になりますように。もし夜のお供に聞いてくださっていたら、今宵もあなたが素敵な夢を見れますようにと祈ってます。それでは常政第6話スタート。第一第
として夜の鶴のこう思ってこのうちにいなく鶏も心してやいうの別れとどめよ一世の方かな秋心霊の雲を動かせばほうもこれにめでて霧竹に飛び下りて翼を連ねて舞い遊べば林寮の声に心声に発す声あやをなすことも昔を返すまいの袖絹笠山も近かりき面白のやいうやあらおもしろのやいうやあら名残惜しのやいうやあな今日はここでおしまい。本日つねまさ第6回目いかがでしたか？名残惜しいやゆうの様子ご想像していただけましたか？言葉の音色がまるで琵琶の音色を醸し出すような歌いのフレーズは素敵な表現だなぁとひまねこは思います。あなたはどんな風に思いますか？今日も聞いてくれてありがとう。チャンネル登録していただけると嬉しいです。ひまねこ能楽堂つねまさ第6話をお送りしました。ひまねこ能楽堂シーズン4はつねまさです。今日もひまねこの愛が聞いてくださるあなたに届きますように、そしてあなたの今日がいい日になりますように。もし夜のお供に聞いてくださっていたら、今宵もあなたが素敵な夢を見れますようにと祈ってます。それではつねまさ第7話スタート。あら裏飯やたまたま演舞のやゆに帰り、心をのぶる折節にまた心に残る裏飯や
先に見えつる人影の名を現るるは常政か。あら恥ずかしや我が姿、はや人々に見えけるぞや。あの灯火を消したまえとよ。灯火を背けては、灯火を背けては、共に哀れむ深夜の月をも。手に取るや帝釈修羅の戦いは火を散らして真にの明花は雨となって身にかかればハロー剣は他を悩まし我と身を切る。後派はかえって明花となれば身を焼く苦言。恥ずかしや人には見えじものを、あの灯火を消さんとてその身は愚人。夏の虫の火を消さんと飛び入りて嵐とともに、灯火を嵐とともに、灯火を吹き消して蔵紛れより。白麗はうせにけり、白麗の影はうせにけり。今日はここでおしまい。本日常政第7回最終話いかがでしたか？あなたも常政さんへ私と一緒に思いを馳せていただけましたでしょうか？兵士とは、原始とは、昔いろいろあったのだろうななんて思いながら、ひまねこは犬王というアニメ映画を見てきましたよ。琵琶の音がジャジャジャーンとなんだかギターに聞こえてくるような演出でした。犬王のアニメでより兵士や源氏を感じていただけるかもしれません。ご興味あられる方は映画館へ足を運んでみてくださいね。映像で見る世界もまた新鮮な視点を持ってきてくれますよ。今日も聞いてくれてありがとう。チャンネル登録していただけると嬉しいです。ひまねこの学堂常政第7話をお送りしました。ひまねこ能楽堂常政大全集をお送りしました。